さあ、それでは引き続き第4部トークセッション世界をつなぐ歌踊り進めてまいりたいと思います。それではご登壇いただく方をご紹介いたします。まずは特定非営利活動法人四国グローバルネットワーク代表理事竹内よし子様、大きな拍手でお迎えください。そしてお隣は STEAM の教育ディレクター四国大学准教授鈴鹿武様、よろしくお願いいたします。そして音楽人類学者カメルーン馬鹿族研究者 DJ でもいらっしゃいます矢野原雄志様、よろしくお願いいたします。そしてセネガル太鼓の奏者グリオ、西アフリカの世襲制の音楽家のことをグリオと言いますアブライ・ンジャイローズさんです。よろしくお願いいたします。それでは引き続きモデレーターは中島プロデューサーお願いいたします。第4部のスタートです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。朝からいらしていただいている、はい、本当に長らくお待たせいたしましたが、でも一日中こうやって時に言葉も使っていろいろ話してきてすごい面白いなと思っております。はい、聞こえますかね。はい。ということで改めて、もう私たち国際交流本当に楽しくやらせていただいておりまして、先ほどアジアの話が多かったんですけれども、ここからちょっとアフリカ、アラブ方面の、国際交流の話をメインにやっていきたいと思います。ではもう順番にまず自己紹介で活動紹介とかですね、国際交流の内容も含めて順番にしていっていただければ、結構皆さん話すこと多分たくさんあるかと思います。クラゲ館でも実は大変お世話になっております。先ほど吉田館長のからもお話ありましたけれども、武器アートのところで大変お世話になっておりますが、ぜひそこのあたりをお願いいたします。竹内さん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。改めまして皆さん本当にこんにちは。今日12時からのセッションずっと参加させていただいてるんですけれど、本当に勉強になります。知らなかったことをたくさん知ることができて、こんなに素敵な会なんだということを来て分かりました。はい、私も少し、愛媛グローバルネットワークから四国グローバルネットワークへと名前を変えて、それでもなお続けている、アフリカモザンビークとの交流についてお話ししたいと思います。スライドの方はいけますかね。大丈夫でしょうか。はい。そうだ、私すっかりさっき皆さんにも双方向でやりたいと思っていて、それをすっかり忘れてたことに今気づいたんですけれど、この後にちょっとまたじゃあそれを準備します。はい、まずお話しいただければと思います。はい。いけますかね。来ましたね。はい。最初にご紹介するのは本当に自己紹介、活動紹介と思って用意してきておりましたので、最初のページが、どんな活動をしている団体なのかということで、最初愛媛グローバルネットワークという NPO 法人として始めたんですけれども、四国中に拠点を持つようになったので、昨年の4月に四国グローバルネットワークというふうに名前を変えました。大きな活動の分野でいくと、国際協力と環境と教育、この3つの分野を、横断的につないで、そして四国とグローバルにつないでさまざまな社会課題を解決していくっていう活動をしています。で、次のスライドでは、簡単ですけれどもどこの国とつながっているかを紹介したいと思います。皆さんアフリカ行ったことありますか？あります。この中には結構いるかなというふうに思うんですけれど、なかなかこのアフリカ知ってる人あんまりいないと思うんですね。でもこの、愛媛とモザンビークの国際交流事業っていうので、
松山で開催した国際交流事業120人ぐらい来た中では、万博に来た人っていうのが実は10人ぐらい手を挙げてくれたんですけれど、モザンビークに行った人はっていうと実は30人ぐらいいまして、それぐらい愛媛とモザンビークはつながりが深いところです。でこのアフリカモザンビークというのは日本の2倍ぐらいの大きさで、そうですね、首都がマプトっていうところなんですけれど、なかなかマプトの、街中の様子と、それから地方の、シニャンワニーネ村っていう村に行くと今度全然様子が違うのが分かるかと思います。アフリカってよく首都と都市部とそれから農村部が違うっていうふうに思われるかと思うんですけれど、本当に首都のマプトから100キロぐらいしか離れていない、地域でそのぐらい違うっていうことですね。でそこでじゃあ何をしているのかっていうと、実は「10を加え」というプロジェクトがありまして、アフリカの、モザンビークで内戦が終わった92年、市民自らが自分たちで武器を回収し、そしてそれを自転車やミシンと交換するっていうプロジェクトを立ち上げていたんです。私はそのプロジェクトにすごく感銘を受けて、それは松山からも応援しようということで、放置自転車をくださいと、市役所に行って、市役所の人は何ですかっていう感じで、武器と交換っていうことでもびっくりされましたし、モザンビークどこっていう感じだったんですね。でも何回も何回も足を運んで実際に自転車を送るっていうことができるようになりました。そしてこのプロジェクトの素晴らしいのは、武器と交換した人たちが平和を手に入れていくっていうプロセス、それを私たちが目にすることができたっていうことです。その、武器の交換だけではなくて不発弾の処理も行ってきました。ここがシニャンガニーネ村のスタートです。そして武器の回収も次のスライドにあるようにたくさん出てきました。でその分自転車を送り、ミシンを送り、そして地域開発へというふうに、取り組んできたわけです。でそのプロジェクトはさらにすごいことがあって、武器を今度は交換した武器が集まって、それをどうするかっていうと、ほとんどが爆破処理されるんですけれども、一部はアーティストの手によってアートに変わっていってるんですね。武器という普段私たちが目にすることも手にすることもないものが、目の前でアーティストの手によって平和を訴えるアートに変わるってすごいなって思ったんですね。でこの武器アートに、私はすごく、意味があると、価値があるというふうに思って、平和について考えよう、平和についてもっともっとみんなと一緒に話していこうということで、いろんな活動紹介をさせてもらっています。でこの武器アートなんですけど、次のスライドを見ていただくと、これが大阪の民泊で展示されているサイクル・オブ・ライフという命の輪立ちという作品です。そして次の作品は見ていただくと作っているところがあると思うんですが、この作品、これがティンビラという楽器を作っている作品ところです。ケスターという方が作っています。でこのティンビラを演奏する人っていうのが実はクラゲ館で、はい、展示していただいているということなんですね。はい、でそれと同時に、ティンビラを一緒にミニティンビラを、一緒に展示していただいています。でその次の写真ではこれがリアルなティンビラの映像ということで、このティンビラは戦後一旦なくなっていたんですけれども復活した楽器なんです。でユネスコによって無形文化財となったすごい楽器なんですね。でこの楽器は演奏する時に音楽だけではなくて踊りや歌もあります。でその次のスライドでは、踊っているところが見えるかと思うんですけれども、こんな感じで、この歌や踊りがですね
こうモザンビークの独立を表すようなストーリーがついているものなんですね。オーケストラのような感じです。はい、で、この楽器の裏側についているものが実はマサラという楽器なんですけれど、カラフルなのはこれ笛になっているものです。同じまん丸の形でマラカスになっているのもあるんですが、最後のスライドではこのマサラがよく見える後ろ側ですね、ティンビラの楽器の後ろ側なんですけれども、この復活した楽器、そして武器をアートに変える力、これをこの命をテーマとした万博で展示させていただいて本当に感謝しています。はい、ありがとうございます。もしよかったらもう一回ちょっとスライド見れますかね。最後のところでもいいと思います。あれはちなみにひょうたんなんですか？ひょうたんではなくてマサラという。マサラっていうんですね。私みんな子供たちにひょうたんって言ってたので違うんだって今思いながら見てたんですけれど、クラゲ館でその世界のいろんな楽器があるゾーンがあって、でも本当に子供たち来たら吸い込まれるようにあそこのゾーン行ってね、もう多分そのどこの国とか分かってないかもしれないけどティンビラ叩きまくって、大人もすごく皆さん叩いていただいたりカリンバがあったりとか、いろいろするんです。でその真ん中にドーンって、武器アートがあります。ティンビラ奏者で、ね、よく見ると鉄砲ピストルでできてるわけですよね。そうなんです。実は展示に、いろいろと意見交換させていただいて、このティンビラを展示することで、ミニティンビラとそのティンビラの演奏者っていうのを、武器アートを展示することで、なんか命の大切さであるとか、音楽を奏でることの喜びであるとか、そういったことが表現できたらいいなということでさせていただいてるんですが、実際は何も説明がないので、よく見ると武器アートっていうことで気づいた方はじーっと見てらっしゃるんですね。でミニティンビラは子どもたちに大人気のようで、今日も見ているとすごいもう切れ間なく叩いてるから紐がちぎれたんですね。そうなんです。1週間も経ったんです。今変え直しているところなんですけど、はい、すごく大人気で嬉しかったです。でも大人の方も本当に皆さん叩いていて、そうなんです。でクラゲ館なるべく言葉を使わないということで説明をなるべくあえて入れてないんですけど、でもなんかだんだんやっぱり入れてもいいかもって気持ちになっているので、もしかしたら次行ったら何か一言ぐらいあるかもしれません。でもね、やっぱりここでそれこそ気づき、ね、何かそれがみんなにとって、ね、新しい動きになるといいなと思います。これは本当に大きなこと言うのむしろ本当にありがとうございます。でもせっかくなのでこれを機にさらにティンビラ奏者の方に来てもらってクラゲ館でワークショップをしたりとか。はい、6月に、お呼びする予定なので、また6月にはアーティストを連れてきたいと思っています。ぜひ、はい、そしてね、継続的な愛媛、モザンビークから四国へ、そして日本へってこうつながるようなね、この武器アートとかティンビラっていう楽器を通じてね、つながってくるといいなと思ってますので、はい、よろしくおあり願いします。がとうございます。ありがとうございます。では続いて、私はスティームという会社でも大変お世話になっておりますが、四国大学の、はい、でもずっと動かれていて、もともとオリパラ時代からたくさん国際交流もされていて、カンボジアは50回ぐらい、そうですね。だからもともとの、私なんですかね、今回今日お話しするのはガーナとヨルダンなんですが、要は東日本大震災以降一番支援してきているのはカンボジアなんですね。カンボジアは多分もう延べ50回ぐらい行って、でそうすると皆さんと同じようにこう歴史を持って喋れるんですけど、実はそれこそ万博がつなぐ、まさに万博がなければ私は多分ガーナにもヨルダンにも行くことはありませんでした。だから本当に歴史でいうと本当にこの1年でもこんなことが起きてるよっていうことをちょっと紹介させてもらえたらなと思っています。いやでもさすがのというかそうなんです。だからカンボジアの話も本当はねしていただきたかったんですけれど、また5月3日にします。そう5月3日ゴミ祭りにおいてカンボジアの話はします。でもガーナヨルダン早速行ってきていただいて、この忙しいさなかの1月にガーナ、2月にヨルダンと行ってきて、はい、もうすごい
ね、勢いで、でもオンラインも含めていろいろそうですね、かなりいろいろやってるますので、これって出るのかな。スティームとしてもやってるんですが、まさにちょっと万博がつなぐっていうのがまさに私の時にはそうかなというところがあります。で、徳島で今3つのプロジェクト、万博国際交流事業動いています。でその中の2つが今私がプロジェクトマネージャーさせていただいて、1つは松重町ガーナで、実は松重町とガーナも何も関係なかったんですね。これ一つのポイントで、中島プロデューサーにつないでいただいて、ガーナという国を知りました。ただでこれもうすでに写真の方で見てもらったらもう一緒になっていろいろやってるんですよね。はい。来ましたね。はい。で、はい、ガーナからもちょっとこの辺りも飛ばさせてもらっていっぱいあるんで、はい。で、実際やってる写真で、実際私も行きましたし、それから向こうからも来てもらうということも行っています。で、この1年の間に実際これ向こうの学校とかですね、これは行ってそれも現場に行って大使館から紹介されて初めて行ってすぐにも受け入れみたいな状態で今この学校と WhatsApp でつながってます。はい、で、それからこれは先ほど話があったそれこそスラムにも行って、でこれも行く直前に政権変わって今危ないからとかって言われながら行ける範囲で行きましょうみたいなとこで行ったりとか、で一方で食事なんかも行ったら結構やっぱり美味しいんですよね。で一つ日本と文化違うなと思ったのは注文してから出てこない、それはアフリカの文化なのかなと思いながら大体2、30分待たされるのは当たり前みたいなところはありましたが、でも結構美味しくお腹壊すこともなく、はい、私は全然平気でした。で、逆にガーナのメンバー、5名ぐらい来ていただいて、実際に子供1人とあと大人が2人か3人か、あの時は3人で、あとそれ以外にちょっと日本人の、はい、メンバーが一緒に来てくれてたんですけど、はい、一緒に増毛町の学校の体育館に行って2校1日で回って、でその後増毛のね一つ面白いのは増毛島っていうスティームのための拠点教育施設があるんです。でそこで一般募集をしてで実際に交流しようというチームを作って国際交流オンラインでもやったりとかっていうことをやってます。で実はそのメンバーこの10月13日最終日ですけど、退去してバスで来る予定になっていて、でそれはそれでまたそれまでガーナ国歌練習するっていう今ねミッションを受けながらいろいろ準備をしている最中です。はい、でこんな感じでいろんなメンバーがつながってきて、これがガーナで撮った写真ですね。はい、みんなで行ってきました。はい、で、もう一個上板町、時間は私ないので上板町と次ヨルダンです。でここ何やったのって言ったら藍染めです。上板町っていうのは日本でも伝統的な藍の文化を持っている場所で、ヨルダンも実はインド藍をやってました。ところが途絶えたんですね。結局今なくって、でそれを政府もどうにかしたいということで、これもなんか急に降ってきてなんかできないって言われて、で何をやったかって、実はねこの間ちょっと番組にもなったんで見た方おられるかもしれませんが、上板町の高橋小学校っていうところではもう授業で藍染めやってるんですよ。でそこの学校と、向こうの学校をつないでいろいろやりましょうと。でその間でこうちょっとイベントを組んで、中島さんにもオンラインでしたが登壇いただいたりとか、ヨルダン館の館長現地来ました。上板町まで来て一緒に子どもたちと一緒にこうやって藍染めやって、で今その衣装が実は中島さんたちの方のクラゲバンドの方でも何人か来ていただいたりとか、はい、それからあとヨルダン館でも来ていただいたりとか、っていうことをやっています。でこの5月7日にヨルダンナショナルデーがあります。一応その時には向こうから皇室が来るんですね。皇太子というかはい、が来られる予定です。でその時に一応今の予定まだ分かんないですけど、中島さん演奏するところで、高橋小学校の子どもたちはヨルダン国歌を歌うと。で一応僕のところにはもうすでに練習している様子が来ているので多分歌えるはずだ。それも40人ぐらい子どもたちバスで来てヨルダン館の前に並んでお迎えしようと。サプライズだって言ってるけど、ここでこんな公表してるサプライズじゃなくなるかもしれないけど一応サプライズでやるということになっています。はい、っていうようなことをやって、こういう上板には藍染めの専門の施設があるので、そこでイベントもやらせてもらいましたと。で今これもう一つ実はこれちょっとこれね本当は映像とかも全部流すと、はい、すごくいいんですが、食べ物とかもいろいろありながら藍染めいっぱいやりながらこんなことやってるんですけど、出るかな、これってどうやったら映像出るんだろう。これか、出ないか、はい、出ませんが
出ませんが、はい、一つ大きいのは、要はこれ何かというとわずか私行って1年経ってないんですよね。夏から本格的にやり始めたので、行ったのも2月1回行っただけですよ。なんですけど、あちらの政府かなり乗り気になってて、それこそ観光大臣とか向こうの文科省的なところもだいぶ上の方と合わせていただいて、観光の方は大臣合わせていただいて、一緒にやりましょうと、これ続けましょうと。私たちからも JICA にもいろいろ言うから、来年以降も続けていって、ぜひその藍染めの文化を一緒に作っていきましょうみたいな話になってきて、で実は私の大学、四国大学っていうんですけど、藍の地の拠点を名乗ってるんですね。なのでまだなってないですよ。まだなってないんですけど、これからちょっと向こうの大学ともいわゆる友好協定を結ぶような形をとって交換留学できる制度を作っていて、そうすると藍染めを学びに日本に来る学生ができみたいなところが最終の終着地点としてできると、永続的に向こうに文化を残していける。そんなことできないかなっていうことで、現状実は日本から向こうに種を持っていく許可も国内は終わってるんですよ。今ヨルダン側の農林水産省町みたいな状態になってて、それができたらもう向こうでやる畑も大体見えててみたいなことがこのわずか1年の間で起こったっていうのは、ちょっと僕自身も誇りかなみたいな、そんなところです。こんな活動をしてます。鈴鹿でした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、出るってことですかね。はい、これね、動画が出ましたね。ヨルダンが僕らが映像を作るって言ったら国が映像をくれてるんですよ。はい、JTB っていう、日本だと JTB っていわゆる旅行会社ですけど、ヨルダンツーリズム、ボードだから、要は向こうのいわゆる旅行賞みたいな感じの賞ではないんだけど賞みたいななんかの下なんですけど、そこの人たちが全部そのヨルダンの部分くれたりとか、はい、でこれはちょっと僕らの方で映像を作って、これからちょっと機会があったらヨルダン間でも流してもらおうみたいな感じで、一応あちらの代表も感動したって言ってくれてるんで、どっかに流れるんじゃないかなと思っています。今年度はこれちょっとプロジェクションマッピングでマッピングして、ちょっとドームがあるんでドームの中に流せたらいいなとかって今思っているところです。すごい。そう、はい、ヨルダン間の中にもなんかありますよね。そうなんです。ドームがあるんですよ。ヨルダン間の中にもなんか、はい、交流して子どもたちが作った、藍染めのものが、コースターとかそういうものが実はヨルダン間の喫茶店とかで使われてみたりとか、いろんなことが子どもたちも一緒になんか作ったような感じになって、うちの大学生は壁張りに来たりとかしてて、なんか中にある視界の塩が2階のスパにあるんですけど、あそこヨルダンの人たちと一緒にこうやって貼ってました。大学生はい、っていうんですごいこの1年だし、行ってるのも回数も1回なんですけど、深い交流につながってきてるな、これ万博なかったらこんなこと起こらなかったよなっていうのがすごく思うところです。はい、そう国際交流なんだかんだもちろん俗人的になりすぎない仕組みっていうのは最終的に必要なんですけど、やっぱりでもキーとなる人たちの思いとかがすごい大事で、鈴鹿さんもですがシーファさんね、やっぱりすごい熱く、やっぱりそういうプロセスにいろんな人たちが関わり合ってみんなで作るっていうことを、やっぱりクライカもそうなんですけど、なんかそういうことをすごく思われているので、そういう意味で徳島でね上田町と出会って。もうすごくお互い幸せにやってますね。はい、でもう一個ガーナの方もね、せっかくなんでお話しすると、実は最初孫さんの関連の、会社のメンバーとかいろいろ紹介してもらって、そこは知り合いになったんですよ。でも国とは全然つながってなくって、でそれを全部この1年で開拓してきて、結果から言うと、ついこの間またズームミーティング結構やってるんですね、僕ら。でそこにはこれびっくりした、ガーナ人がね30人ぐらいいるんですよ。でこれ何が起こったのって思ったら、あちらの学校の先生たちが僕らといわゆる交換したいから、それでいろいろ来たんだと。でこちらの要望はどういう条件だみたいなところで、あちらの文科省の人たちとか、それから大使館の人たちとかと一緒にいっぱい出てきてくれて、じゃあここからこういうようなで、僕らも30件も学校受け入れられないんで、とりあえず3つまでっていう話をして3つまでで、校舎別にどれでもいいと。できるところは僕らは小中高そのチームがあるのと、それからうちの大学もあるよっていう話をして、で今ちょうど選定中というか、そんなところでこれからじゃあ一緒に何かやりましょうみたいな。であちらの学生もまたどっかのタイミングで日本に来るから、万博とともに徳島松重でも受け入れてくれないかみたいな話もありながらで、今ちょっとそんなのも進んでいきたいっていうんで、いろんなとこがちゃんとやってればやっぱりつながっていくんだなっていうのを最近思っています。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということで一挙に2カ国も行きましたが、徳島県も愛媛県
徳島県と四国に今確かになりましたが、はい、そして続いて、ね、大阪もたくさんいろいろやってるしこうやって四国もなんですが、そういう意味ではねまだまだ遠いところは、まだ少なめです。で先ほども井上さんからもありましたけど、もう一応北海道から九州までで、そういう意味では多分一番南になるんですかね、沖縄県宜野座村とカメルーン馬家族の、交流をしていまして、もう矢野原さんもたくさん動いていただいて、カメルーン馬家族、まずだから馬家族の話と、そして宜野座村との国際交流の話をぜひしていただければと思います。はい、お願いします。ありがとうございます。ご紹介いただきました矢野原雄一と申します。今お二人が竹内さん、鈴鹿さんとアフリカとつながったらものすごいいろいろ発展してここまでいけるのかって感じられてると思うんですけど、私自身も2005年からカメルーンに行って、なんというかもう本当に昔からつながってたのかもしれないというご縁を感じるような出会いがいくつもありまして、もう何と言いましたら僕ちょっとカメルーン熱が強いので今日は抑えめでまだ話しますけども今日はちょっと宜野座村とカメルーンのプロジェクトにちょっとフォーカスして、カメルーンのことはあまりちょっと話さないように抑え気味で話していこうと思います。よろしくお願いします。で私自身は2005年からカメルーンという国に行ってます。でここに上にカメルーンってカタカナで書いて、下にカメルーンってなんか書き間違えたかなとか思われる方いらっしゃるかもしれませんけど、よく見ると1文字違いまして、2つ左側は英語でカメルーンですね、右側はフランス語でカメルーンで、カメルーンは公用語が英語とフランス語なんですね。でしかもここでちょっとクイズですけど、こういう2つの言語を公用語としている国なんですけど、実は現地の言葉もたくさんありまして、いくつ言語があると思われますか？現地語どうぞ。30、260あります。でこのように多様な国なんですね。でこの中から私はすみません、これ左側がアフリカの地図で、緑のところが中央アフリカと呼ばれるところなんですけど、そこにカメルーンありまして、この右側のカメルーンの路上で買ったマップなんですけど、この上の方白くちょっと見えにくいですが、白くなっているところはステップサバナ気候といって、砂漠に近いところだったりするんですけど、南に行くと熱帯雨林があるような国で、アフリカのいろいろな気候がぎゅっと一国にあるということで、プチアフリカとか呼ばれたり、先ほど言ったみたいに260の民族がいるので、すごい多様性にあふれた国です。で私はその中でもカメルーン東南部に暮らす森の民馬家族と呼ばれる人たちの音楽を研究してまいりました。でこれ2009年の時ですけども、実はこの人たちはずっと森に住んでいた人たちなんですけども、一度、いろいろな政府の勧めなどもありまして、森を出て道路沿いにちょっと移住するような形を取った家族なんですけど、やはり森の生活がいいということで戻ってきた家族です。で私は2005年の時はその道路沿いの家で一緒にみんなと暮らしてたんですけど、森に戻ったということで、私も自然と森で本来彼らが暮らしていた生活スタイルっていうのを研究させていただく中で、その生活の中で音楽がどのように使われているかというのを研究させていただいています。で今話したように、森の民、そして音楽の民としてもよく馬家族は知られています。でこれは2024年5月昨年度放送NHKBS で放送された「フロンティア人はなぜ歌うのか」っていう番組の一部でして、それの60分ぐらいの番組なんですけど、おそらく15分ほどこの僕の調査地の馬家族の方々に焦点を当てて、文字通り人はなぜ歌うのか、音楽の根源みたいなものについて特集をしていただきました。でこの時にこの映像を見て感銘を受けた方が、日本各地から私もメールをいただいたりしたんですけども、そのうちの一人が、皆さんこれご存知ですかね、この怪獣のようなこれそうですね、エーサー、沖縄のエーサーの獅子ですね。でこの獅子の中に入っておられる島袋拓也さんというエーサー団体のリーダーの方が番組を見て、馬家族の音楽観を知りたいで、ぜひ国際交流したいということで、中島さんはじめスティームの皆さん、そして井上さん、内閣官房の皆さん、そして宜野座村の皆さんの多大なるサポートをいただきながら、この宜野座村の方と馬家族をつなごうというプロジェクトを今しております。で、昨年度の文化交流の様子をちょっとお見せします。でこれは
れですね、宜野座村の役場に、ピエール・ゼンゲ大使が駐日大使がいらっしゃった時の様子ですね。で大使が真ん中で村長、そして左側に映って赤いパーカーの方は音楽大使のヴィンセント・ワッシーさんという方で、カメルーン人の方なんですけど、三味線を弾かれたりするんですね。日本でお家元になっていたりします。で、子どもたちと馬鹿族の文化をどうつなげるかということで、私も取り組んでいるんですけども、地球探検隊というプロジェクトを作って、マナラボという京都大学の飯塚典子さんが発足した団体なんですけど、文化人類学者と劇団の役者さんたちが一緒になって劇をするんですけど、その劇にそこの参加者子どもたちも一緒に加わってもらって、その場で即興の劇のようなものを、森に見立てた空間の中で馬鹿族の生活をなぞるようにいろいろなことを体験していくという形のものをしています。でこれ宜野座村で昨年度させていただいた時のものです。で前にいるのは東京外国大学の大石さんなんですけど、この時は大石先生は馬鹿族の長老役になって子どもたちがその後をつけて森を歩くとかで、森には危険な動物がいるぞとかこういうことをしながら楽しく、そして狩猟ですね、森の中での狩猟を再現して取れた獲物をどう分けるか、共有する時にどう分けるかっていうのに非常に重要な文化を持っている人たちなので、それを体験してもらったり、あと取れた獲物を俺が取ったんだって自慢しては絶対いけない文化があるんだよとか、そういうことを話して子どもたちと馬鹿族の文化をちょっとずつ知ってます。そして遊びの研究をしている田中彩奈さんという方もマナラボにいるんですけど、馬鹿族の遊びを一緒にやってみるとか、そういうことをしていました。でこの劇の中に突然森を訪れたカメルーン大使役ということでピエール・ゼンゲ駐日大使にも参加していただいたりしました。でもう一つエーサー団体との国際音楽交流というのも昨年度いたしました。無法大子さん、水田屋大子さん、そしてラックという3団体のエーサー団体の方と関わっていただき、ガラマンホールという小越智也プロデューサーのもと素晴らしい演奏国際音楽交流会をしました。でヴィンセント・ワッシさんで、中島幸子さん率いるクラゲバンドもこの場にて、エーサー団体とそしてヴィンセント・ワッシーさんと交流するということをさせていただきました。で最後のフィナーレではこのように、クラゲバンドの演奏で獅子が即興で踊るということに、初挑戦していただいたりして、国際交流をしていきました。そして最後になりますが、先ほどの子どもたちのワークショップで実はすごい子どもたちが僕、やる側の私たちの、想像以上にいろいろなものを感じ取っていただいてくれて、でワークショップの後に自分たちで調べ出したんですね。いろいろなことをカメルーンの国ということをどのようなもので馬鹿族がどのような暮らしているかなど、そして馬鹿族に向けてビデオレターを作ってくれました。でここではちょっと時間の都合で割愛させていただきますが、最後は自分たちでいろいろ編集もして先生といろいろ連携を取りながらビデオレターを作ってくれました。自分たちの文化はこんなのがあるよというのを馬鹿族に逆に見せるということをしてくれました。で自分たちは馬鹿族がもし宜野座に来たらこんな遊びを教えてあげたいと、自分たちの遊びは何を見せたいかというのをビデオレターに込めてくれたりしました。でぜひ宜野座村に来てくださいと。で私はそれを届けに2月この前行ってきまして、でこの時はクラゲバンドの一員でもある新井光太さん、プロパーカッショニストの方と2人でビンベという森まで行ってきました。長い旅路だったんですけどちょっとここは割愛してまして、で彼らはこのベという祭りのようなものを夜みんなで行って、この場で昔話を通して、自分たちの、世界観とか道徳観とかも伝えつつ踊りや歌を、学び合い、そして、楽しむという時間があるんですが、その場でビデオレターをお見せしました。で夜真っ暗だったんでその写真はうまく撮れなかったんですが、次の日も子どもたちのビデオレターとか実は3小学校全てビデオレター作ってくださいまして、で、そのようなものを見せたり、でクラゲバンドの演奏も見せたりして、次の朝ももう一回見せてみたいな形だったんですけど、でそして代わりにというかお返しに自分たちの文化も
教えようということでビデオレターを取って帰ってきているという状態です。で、3月に行われました僕のオンライン出前授業というのを小学校松田小学校さん、そして宜野座村の小学校とオンラインで僕が登場して帰ってきましたみたいな報告をさせてもらったんですけど、その時にこの若家族からのビデオレターというのを子どもたちに見せるというお返しするということをさせていただきました。で実はこのビンベの人たちがすごい感動して自分たちの文化をこんなに真剣に楽しみながら勉強してくれてるんだということに感動してくれて、よし分かった、そしたら俺たちが今度は宜野座に行って俺たちの文化を子どもたちと一緒にまた A さんの皆さんと一緒に体験し合う場を作ろうということを一緒に作ろうということで、今これカレンダーを僕がちっちゃいカレンダーを持ってそれを見ながら日程を調整しているところなんですけど、で今年度はこのように馬家族が沖縄宜野座さん、そして万博クラゲ館に来てワークショップなどを通して国際交流をするという方向性で動いております。はい、で彼はオカニという馬家族の、人権団体の、リーダーなんですけど、彼も日本に来てぜひ自分たちから見たその SDGs という観点とかそういうものについて発言させてもらいたいし、みんなと対話させていただきたいとおっしゃっています。はい、すみません、どうもご清聴ありがとうございました。いやそうなんです。いよいよ本当に馬家族の皆さんね、まず沖縄に行ってから万博会場にも来てもらってクラゲ館にも来てもらってできたらすごいことで、そこには宜野座村の子どもたちがいて、そうでも多分それが実現すると宜野座とね、馬家族の皆さんなんですけど、多分それを見ている人たちがいろんな意味合いで多分影響を受けると思っています。であれですよね、円形でが自然発生的に始まるからいわゆるエンターテインメントみたいに大きな舞台からドーンってやる感じの音楽とかではなくて、そのあたりも少し伺いますね。そうですね、はい、本当にそれこそ中島さんがご提案いただいた通りなんですけども、大きなホールで壇上に上がって馬家族の文化はこうですみたいなやる人たちではないので、みんな円形になってみんなが顔が見える状態で音楽を共に共有するというスタイルで、まさしく命パークがそうなんです。先ほどねエチオピアと片野市で命パークと言ったんですけど、これも命パークでやれたらやっぱり素敵だなという話をさせていただいております。クラゲ館という可能性ももちろんあるんですけれど、でもそうなんです。あそこでみんなでね、真ん中でなんか自然にポリフォンにいろんな人たちが歌い始めて、あと本当はウォータードラムもやっぱり有名で、水を叩いて音を出すね、私も昔大好きでよく実は聞いていたんですけれども、そうこうやってつながって会えるかもいけなかったので、いつかぜひカメルーン行きたいなと思ってますけれども、これはすごいことだと思います。NHK さんの人はなぜ歌うのかはもう見れないんですかね。ね、再放送があるかともしかしたらあるかもしれない。でもオンディマンドで見れるかもしれないですけど、はい、でも本当に素晴らしい番組で、はい、ということでいろんなことが起こっていて、沖縄とはそうやってカメルーンの数がもう一個だけ、先ほどからちょうど言葉の以前っていうのがありますけど、やっぱり馬家族はそういう意味で音楽を通じてずっと長らくかなり言葉を使わずにというか、今もちろん使われてますけれど、なんかそういうこともありますよね。どうなんでしょうか。いや、僕の知る限りなんというかあれですね、馬家族と起源を共にする民族がいくつかあるんですけども、その民族内で共通の言語が見つかっていないということで、共通言語がなかったのか、だから行く先々で隣の民族が使っていた言葉なりを吸収していって自分たちの言葉を使っていってるけど、もともと彼らが持っていった言語っていうのはあるのかないのかっていう話には言語学者の中になっているみたいですけど、すみません、僕言語学者ではなくて疎いんです。すみません。はい、諸説あると思いますけれども、でも本当に素晴らしいで、時々クラゲバンドでも最近だいぶお世話になってまして、DJ と言いながらもカメルーンの音が流れてくるんですね。すごい世界に急にどこかのね、もう森の中にいるような気持ちになって、いつも楽しくやらせていただいてます。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう皆さんこれはもう自己紹介でもう十分すぎるぐらい今味わってきてるんですけれどもはい、ということで
ある意味で愛媛県モザンビーク、松重町ガーナ、それから、上板町とヨルダンで、沖縄県の宜野座村と、カメルーンと、そして最後になりましたが、大阪府和泉市とは、セネガルと、交流ということになってます。でアブライ・ンジャイローズさんとはクラゲバンドでも長らくお世話になってます。今日ワガンさんはもう手前にいる。いましたそうアブライさん、ワガンさんのお父さんはもう本当に世界的に著名な、もうぜひ後で話してもらえればと思いますけれども、ドゥドゥン・ジャイローズさんといって人間国宝でもあって、もうローリング・ストーンズとかスティービー・ワンダーとかいろんな人たちと共演されてきた方で、サバールですね、をもう世界的にもしたと。でもなんかそのローカルな話とそういう世界の話とかある意味でつながるっていう意味でもドゥドゥさんのされたことってすごく面白いなと、実際にセネガルに行ったりするといろんな部族が違う、やっぱり言語というか違うリズムとか話しぶりを持っていてっていうのがでも世界にまた出ていったと。で43人息子娘さんがいらっしゃるということで37番目の息子さんでございますので、今年はたくさんローズ家に集まってもらってなんか泉市とともに、できないかということで、じゃあアブライさんちょっと自己紹介の。はじめまして、僕はアブライ・ニャイローズです。セネガルから来ました。アフリカの西アフリカから来ましたなんですけれども、みんなアフリカの話してたんですけれども、セネガルでペイ・デ・ラ・テランガというフランス語で言うんだったらおもてなしの国ということ。その国は僕はグリオという家族で生まれたんですけれども、太鼓をやってる家族なんだけど、なんかもう昔の話でするんだったら2000年前ぐらいだったらテレビとか電話がなかった時にこれがみんなの太鼓だ携帯とかテレビだった、もし王様がメッセージがあるんだったらグリオという意味がメッセンジャーということ。昔あまり建物そんなに少なかったから王様と王様の間にグリオが間に入ってる。もしメッセージがあるんだったらこっちから言って、でその太鼓がメッセージ伝えてるから、その隣のグリオが来たらそのままいろいろのリズムがある。例えば僕たちの家族のリズムがある。例えばワガンが外に行ったらとか電話しなくてもいいよ。呼びたいだったらそれ聞いたらすぐ走ってくるとこと。それはウンジャイという家族のリズム。他の家族の名字のリズムがある。例えばもし王様の娘が結婚するんだったら言ってくれたら僕が太鼓出して音出して隣のグリオが来たらその後はみんなが聞こえるように明日なんかみんながこっちで集まってほしいとかお葬式とか結婚式とかいろいろなことはこの太鼓で使ってた。例えば病院の時先生病院あまりなかった。蛇とかが噛まれたら先生に呼ぶ時にこの太鼓で使ってた。この蛇が噛まれた。この薬持ってください。それは全部この太鼓で使ってた。時はテレビもないし電話もなかった。この太鼓はセネガルしかいない楽器。僕がいつも使ってる楽器がジャンベ。ジャンベはアフリカの全体的にの使ってる楽器なんだけど、これセネガルとガンビアしかない。ジャンベはもう紐がついてるから、これヤギの皮、こっちは穴がついてる。だから叩く時にこれやるとあまり出ない。斜めにしたら出る。ジャンベは両手で叩くんなんですけど、これはバチと手合わせるとサバの中に何種類かあるなんですけど、サバルがこれがモンモン、そのもう一個のベースがランブ、その後はンデル。
その昔はその3種類しかなかったから、お父さんがもう4種類作ってた。それがゴロンババスというそういう楽器。なんで作ったか、リーダーが使ってる楽器がね、これぐらいこれより同じ形なんだけどなんか高いから、昔みんなで肩で使ってて叩いてた。それでもう年になったらもうなんか首が痛くなるから、それで同じランプにこういう紐つけて、それでチューニングができるから、それ自分のお父さんが作った楽器。昔例えば30年前3000年前の元ギリオの人は戻ってきたらその太鼓は知らない。なんでかもうこれで3時間ぐらい持ってて、多分腰がダメになっちゃうから。あとこの楽器はセネガルのお相撲さん、日本はお相撲さんがいるじゃん。セネガルも相撲いるんだけど、試合があると例えば自分のお相撲さんの叩き方あるから、我がのお相撲さんは我がのリズムがある。それで叩くと、それがお試合やるときに頑張れという意味。やる前になんかあなたのお父さんがこういうことをしたよ、なんか昔のことはあんたたちが王様だったとか、そういうリズムがある。だからほぼほぼこれでセネガルで自分のお父さんが太鼓で人間国宝になったんですけれども、さっきも中島さんも言ったんですけど、スティービー・ワンダーとかジェームス・ブラウンとかロリンソンとか、なんか昔私のお兄さんがいるんだけど、その人がロリンソンとやってるチャンスがあったんですけれども、いろいろはセネガルなこの楽器がもうほぼほぼのなんか人が話してることになったから、昔なんか太鼓でみんながつながってる。なんか戦争があるとか、いつもギリオが前に行って頑張れ頑張れって言って、だからもうほぼほぼみんなで何でまだ生きてるかわからないから、もし戦争があるんだったら早めに殺せるかなと思ったんだけど、でもそれでいつもやってるとその王様がもう諦めないぐらいで、始めから最後までは叩くともう頑張りたい。これがセネガルの面楽器なんですけど、それであとこの楽器にセネガルの一番有名なご飯があるなんだけど、それはチーブジェン。そのチーブジェンも太鼓のリズムがある。多分幸子さんも食べたことあるんですけれども、これそうこれがチーブジェンなんだけど、これがセネガルの一番メンナのご飯、なんかちょっとパエリアと似てる。でこれの手で食べる。美味しかった、めちゃくちゃ美味しかったです。でそれはこのチーブジェンのリズムがある。さっき叩いてた。もう一回やってください。チーブジェン。それが一番早いの。それはほぼほぼセネガル人はみんな知ってるよこれ。チェブジェンが食べたいって言ったらどう言うんですか？ご飯が食べたいと言うとこういう。すごい食べたいって感じです。これちなみにこの間行った時のセネガルに、行った時の写真たちですね。でちょっとせっかくだからさらにカンクーラね。これの話もちょっと。じゃあこれはカンクランというそのセネガルが民族がいっぱいあるなんだけど、僕はウォラフ族、ジョーラ、セーレン、ソーセ、これはソーセの文化なんだけど、これ毎年の9月子供たちに、それが日本語で出てこないなんだけど、フランス語でシルコージション、子供の男になる前になんかそれというかな、あれ割礼ですね。はい。まだそれするために200人とか300人が集まって、王様みたいが来て、みんな子供たちにお祈りして、みんなが変なことにならないようにするために、こういう
マスクが出るこれがカンコランこれ出る前にジャンボドンというパーティーがあるそれはムーで一緒に行ってたんですけれどもこれ、それ多分最初から最後までだいたい1ヶ月くらいかかるよ毎週の日曜日土曜日と日曜日はみんなが出てくるよそしてなんかこの家からみんながご飯持ってくるこっちから水持ってくるそしてこれ本当はそのマスクは出る時に近くは行けない方がいいだって刀が持ってるからそうなんですよ。出る時にもう自分のお父さんも分からない前にあるともう立てくる可能性が高いだからこれはすごい大切なことなんだけど本当は僕たちはもうそこまで行かない女性は特に行っちゃいけないんです。女性は行かない絶対そう危ないからって言われたので、ある意味で今回はこれのために撮らせてもらったんですけど、そうだから私そういう意味で安心してたんだけど、それでもすごい勢いでやってきて、本当子供には会えない危ないかと思いました。自分の子供が行く前に会ってまた1ヶ月ぐらいは子供を家に帰ってこない、だからもう勝手に行かないとか言うんだけど終わったら家に帰ってくる時にこういうパーティーがある。そうで合わせてで昨年12月には出水市の皆さんと子どもたちと共に、ね国際交流もしてでその前には動画も作ってあれもう5000ビュー以上ですね見てもらってるっていうそうもうみんなセネガル三昧になってる大阪出水市これもちょっと見てみましょうか。ワガンさんたちも来てもらってそうです、ドゥドゥファミリーから3人でしたっけね、ボガさんとか。そうワガンとボガとそうですよね。はい。でももさんも来てもらってこうみんなで太鼓叩いたり、踊ったりしましたね。昨日クライカンワークショップでもそのチベットのダンスもそうですけれども、セネガルの頭カッタそれはもうほぼ私もワガンもみんな知ってる。子供と一番なんか盛り上がってる時使ってる言葉なんだけど。頭肩腰それで踊りながら子供が楽しみにしてるから、それで去年の12月出水市とコラボレーションのために誘ってもらったんですけれども私とお兄さんともう一人の友達モモさんがダンサーその前に私と幸子さんが出水市行って国際交流のためビデオをやったんですけれどもそれで今年それ12月の時小学校も行ったんですけれどもそれで今年の7月ギャルサミルから私の家族からで何人かセネガルから呼んでもらったんですけれどもそれでみんながぜひ時間あれば見てほしいなんですけれどもよろしくお願いいたします。はい。出水市とセネガルが国際交流やるんなんだけどそれでもういろいろ今準備してるんですけれどもぜひ見てください。ありがとうございます。ありがとうございました。そう先ほどからちょっと出てるその命パークでのもうこうやってね既成事実を作っている感じもありますけれどもカタノ市エチオピアそしてセネガル出水市でこのサバールはものすごい大きい音がするので真ん中でやって大丈夫かなって思いますけれどもそこと、出水市の子どもたちもわーって来て一緒になって最後踊って終わるともちろん音楽だけじゃなくてスポーツとか他の文化とかいろんな今回の動画の中でもセネガルの音楽だけじゃないいろんな話もしてるんですけれど、やっぱりね音楽通じてみんなでつながり合うと出水市さんには個性線という団体もありますので叩いてもらいながら一緒にコラボレーションもクラゲバンドも通じてやるということをしています。はいということでもう4つ目のセッションも盛りだくさんすぎてもうほとんどお時間が来ているんですけれどもはいでも本当にもう具体的にずっと長らくやってきたものもあればこの1年ぐらいでもう急速にやっているものもありますけれどもこうやって自治体と国がつながってでも必ずしもその自治体に限らずもうどんどんつながりたいという形で始まっているものがあります。でこれ今回のここは特にですね中官房さんの国際交流事業も活用させていただいて、もう2025がある意味で山ではあるんですが
できればその山をさらに大きく大きくしていけるような、最初にもありましたが来年以降もちゃんとサステナブルに続いていくような流れにできればいいと思っています。So we will start some music maybe later. OK。このあと音楽とかを実際にちょっとやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さん残っていただいて、でその後少し簡単な場も用意してます。ということです。ちょっともう自己紹介でもたっぷりやっていただいたので活動紹介も含めて、で最後にじゃあ一言ずつこれからの期待とか、こんなことやっていきたいなとか、万博にやっぱりの可能性として、一言ずつぜひ皆さんにメッセージをいただいてから、音楽に入っていきたいと思います。では竹内さん改めて。はい、はい、そうですね、私今日初めて万博来させていただいて、12時からのセッションずっと流れを聞いていて、来ないとわからない良さを感じました。また今日のテーマで命とそして文化とつながるというキーワードがこれからもきっと一番大切な言葉なんじゃないかなって思いました。私は今回ブキアートとティンビラっていう楽器の展示や演奏ができる場を提供するっていうことを通じてクラゲ館とつながることができたんですけれども、これで終わりではないように、はい、また愛媛とモザンビークの国際交流事業、私もまだこれから関わりますので、もっと盛り上げたいなっていうふうに思いました。今日はありがとうございます。ありがとうございました。ちなみにこの間早速ミニティンビラを持ってモザンビーク館に行ってきまして、ちょっと一緒でしたけど、もうそれだけでもうすぐさまつながれると、じゃあこれから何できるかということで、またできれば本物のサイズのティンビラを持ってきて、大きいんですよね。中島さんと一緒にセッションできたら素敵だなと思っています。何日間かでもぜひやっていただければと思います。で、並行してやっぱりその内戦の話とか、今は楽しい話をいっぱいしてますけれど、やっぱりまだまだいろんなことがやっぱり世界で起こっていて、やっぱりそういうことを考えるきっかけとしても万博ってすごく大事なことなのかなと思います。武器見てみんなに感じ取って。そうですね。クラゲ館に武器アートが展示されていることを知ってる方が増えるといいなと思っています。はい。はい。ありがとうございます。ぜひ皆さん周りに伝えて、あとまずクラゲ館に来て武器アート見に来てください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では続いて鈴鹿さんお願いします。私はこの万博っていう会場すごくいいなと思っています。それ何かって言ったら、この1年でいろいろ先ほどガーナとかヨルダンの話させてもらったんですけど、やっぱ顔を合わせて話すってすごく大事なんですよね。正直半年以上かけて Zoom でいっぱい話はしてるんですけど、それと実際顔を合わせた1週間、その1週間で進み方が全然違うんですよ。でそれがガーナもヨルダンもここに来ればいるんですよね、そういう人たちが。だからそこで国際交流さらに深めていくことができる。だからもちろん本国へ行くこともあるかもしれませんけど、まずはここでもそういうことがある程度進められるというのは非常に大きな機会で、それは世界中の国から来てるわけですから、それぞれの地域がぜひこの機会をうまく生かしてくれたらいいなというふうに思いました。はい、ある意味万博いろいろつないでくれてありがとうの状態です。ありがとうございます。私は民泊大好きで、民泊に行くとね、世界のいろんな文化感じられるんですけど、今回万博はでもある意味でね、人も含めてあるから、なんかこうすごい楽しいですね。歩けばいろんな国につながって、で何かやろうって言ったら始まるっていうことで、ぜひ皆さん万博でスタンプもね、パスポートみたいにたくさん押している人たちも増えてますけれども、ぜひぜひでガーナ、そしてヨルダンもね、もう暑いので、ぜひ皆さんも関わっていただければと思います。そういう意味では今顔が見えました。ちょっとここでもう一つ大阪府のもう言って大丈夫ですよね。はい、八尾市はね、リベリアをつなごうということで、産業界の皆さんも含めて音楽もですし文化もだけど産業もという形で今話をしています。本当は政府代表のクイーンと私たち呼んでますけれども、今日も万博会場にいるみたいなんですけど、今日ちょっと来れなかったんですが、はい、でもそういう形で八尾市とリベリアもぜひどんどんやっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。では続いて矢野原さんお願いします。はい、今鈴鹿さんおっしゃったようにすごい奇跡的なことが、日本各地で起きているというか、井上さんもおっしゃっていました通り、やはりこれ日本国万博で、ここの会場で起こることも素晴らしいし、
いろんな日本各地で起こっている出会いの連続というのが本当に素晴らしいなと僕は体感しているというか感謝しています。でも僕はカメルーン2005年に出会ったカメルーンの人たちのご縁を通して今沖縄宜野座村の人とつながらせていただいているんですけど、本当にそこで出会った人がもうすでに僕の中の人生経験の中ですごい豊かなものを与えてくださってて、本当に皆さんに感謝しています。このような機会をいただいて、で本当に子どもたちが特に輝いて目を輝かせていろいろな多文化に異文化に触れているのが本当に僕も自分の目で見てきているので、そういう場が今後どんどん増えていくというか毎日のように生まれていくことを期待しています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ナラボさんのワークショップ、私もぜひ本当は受けてみたいなと思っていて、やっぱり先ほどね山本能楽堂さんのとか私たちもいつもそういうの心がけている体験する、出会う、五感で感じる、すごい大事だなと思うんで、でも実際やっぱり来てくれるっていうのが大きいので本当に楽しみにしてます。ちょっとよろしくお願いします。ありがとうございます。ではアブラインジャイロードさんよろしくお願いします。僕は万博のことは世界万博はいろいろな国が集まってるんですけれども、僕のイメージはそれ世界がつながってる可能性が高いということなんですけれども、だっていろいろな人がもう歩きながら当てるんですけれども、多分みんなが万博って言うんだけど、俺の中はそれ世界でつながってるためだと思うよ。だって日本人もいて外国人もいて他の人、俺も外国からなんですけれども、それit's like a melting pot. Melting pot. So they help the world to be close. それでもう俺一番大切だと思うんだけど、文化もあるしいろいろもなんか混ぜてるから、そこからなんか日本の文化もあるしヨルダンとかガーナとか他の国、そしてで文化が一番なんだっけ一番つながりやすい。例えば文化なんだっけカルチャー。音楽が一番世界の広げてる言葉、日本人も聞く、他の人も聞くから、だから音楽が大切なものなんだけど、で万博来たらいろいろな文化が見れるから、それが一番つながりやすいと思う。本当に万博があって俺は本当に嬉しいと思うんだけど、参加してもらってありがとうございました。させてもらってありがとうございます。ありがとうございます。クラゲ館では本当にね、いろんなコラボレーションができる余地みたいな余白みたいなものを残しているので、毎日のようにワークショップを行っていて、音楽に限らず何か絵描いたりとか、何かね、それこそ仮面かぶったりとか、いろんなワークショップがあって世界中の人たちがやってくれます。でも同時にもっとゲリラ的にというか、いろんなライブが急に始まったり、今日こんなアーティストがいるんだけどやってみたいみたいなこともどんどん起こってきているので、でもそれをねお祭りで楽しいんだけど、それがやっぱりずっと続いていくようなものに発展していけるように、なんかみんなとねいろんな形でつながり合って発展していけるといいなと思ってます。ワガンさんも何か一言言いますもしよかったら、せっかくだから。この期間暗い館では下のところで生演奏が常にあって、はい、すいません、急に私の名前はワガンです。アブライさんと兄弟ですね。万博のアブライの先の話は本当に当たり前ですけど、世界でみんな万博の時みんな近くなったけど、アフリカン人の人、アジア人のヨーロッパの人、ヨーロッパの人、アメリカみんな挨拶するとか、私今パビリオンの違うところにいて、いろいろの文化もありますけど、いろいろみんなも勉強するとか、いろいろの近くの、例えば日本人たちアフリカは遠いけど、例えばセネガルのパビリオン行ってばいろいろ勉強のためにもあります。私たまに知らないのこと、違うパビリオンにいたヨーロッパ、昨日イタリアのところにいたけど、あとポルトガルのところにいたけど、いろいろ新しいの見たことない、いろいろあるけど見たけど、そういう感じだけど、みんなすごく近くですけど、今万博のためにはアメリカも近い、日本も近い、ヨーロッパも近い、アフリカも近い、そういう感じですね。
すごいいい気持ちですね。ありがとうございました、皆様。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、ということで、ね、言葉だけじゃないと言いつつも、時にやっぱりこうやって言葉も通じて皆さんと話ができたのはすごくいいなと思っています。でもやっぱりせっかくだからこの後ちょっと音とか舞とかお能もちょっとあるかもしれません。はい、ぜひこの後はもうゆるりと、五感開いて楽しんでいただければと思います。ちょっとセットを変えたりしますので、少し、お時間いただきますけれども、できればぜひ残っていただいて、お隣の方とかちょっと気になる方とお話ししたりしていただければと思います。ではまずここで4つ目のセッションを終わりにしたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちましてトークセッション、世界をつなぐ歌踊り、万博がつなぐ世界の文化をお届けしてまいりました。内閣官房万博国際交流プログラムが盛んに行われているということも深く知っていただけたかと思います。さあ、この後はですね、中島プロデューサー率いるクラゲバンドの生演奏でございます。4月13日万博の開幕の日にも行われました山本能楽堂様とのコラボレーション、クラゲバンドとのコラボレーションをこの後お楽しみいただきます。それではまずは山本能楽堂、山本様よりご説明をいただきます。皆様、それではただいまより山本能楽堂のおしまいとクラゲバンドのコラボレーションをご覧いただければと思います。最初にさせていただきますのは能土蜘蛛の中の姉妹でございます。姉妹というのは能の見どころ、ハイライト部分を短く、通常の能面や能衣装をつけずに紋付き袴姿で舞う、様式のことです。実際本日のおしまいの土蜘蛛は5分程度ですので、皆様しっかりと見逃さずにご覧ください。本編ではの方は5月18日の大阪ウィークの、18時にポップアップステージ南でご覧いただきますので、もしよろしければそちらの方にもお越しいただければと思います。ではどうぞ皆様お楽しみください。よろしくお願いいたします。それでは大きな拍手をお送りください。山本能楽堂とクラゲバンドのコラボレーションです。抜き開き
に形は消えて伏せにけり形は消えて伏せにけり
お願いします。中島さんと油ヨンジャイローズ、ケンジクーさん、佐伯敦信、もう一つください。ワガンウンジャイローズ。皆さん改めましてありがとうございます。先ほど本当はここの音楽のところ緩やかに考えてたんですが、一昨日ぐらいですかね。せっかくだからちょっと何かやりますかみたいなところで土雲という本当に素晴らしい、おの姉妹をしていただきました。はい、そして続いてピンさんにチベットの歌を歌ってもらって、そして今日せっかくなので、ね、今までちょうど言葉で聞いてきたものを、いろんな文化が混じり合うという感じが聞いていただければと思っています。あまりちゃんと決めていた感じでもないですけれども、緩やかにね、いろんな楽器を音楽を紹介していこうかと思ったんですが、今日トークの中でかなり順番に歌も歌ってくれて紹介してきましたので、たまちゃんはね、たまちゃんは今まであまりなかったですね。たまちゃんせっかくだからちょっとまたトーキングドラム、通称タマ。言葉なのか音楽なのかっていう、これはトーキングドラム、お話しするドラムで、タマとサバールとの今競技が急に始まりました。では、ね、大丈夫。大好きな曲で聴いていただくのあの山を越えて。
はトークと思ってたんですけれども、この間テストをしてみたら意外と音大丈夫かもしれないですね。言っていただいて、カルティさんの本当にね、ありがたいお話で、しかもそこも開けていいと言っていただいているということなので、8月ももしかしたらなんかいろいろできるかもしれないなと思い始めました。でもこの後懇談の時間で少し設けておりますので、ぜひそういうね、皆さんの中で対話が生まれるという時間も作っていきたいと思いますけれども、ではもう1曲、演奏したいと思います。今日は本当に世界中を見てきたんですけれども、特に最後のセッション、アフリカの話も多くありました。で普段はこのバンドにさらにサックスが入ったり、それこそ柳原さん DJ も入ったりといろんな形でやっているんですけれども、今日はね、かなり打楽器、割といつも打楽器多めなんですけれども、太鼓送りでね、はい、という形ですが、はい、笛入らないですか。ね、ではちょっとじゃあ最後にアフリカの夜という曲をお届けしますが、せっかくだからちょっと即興みたいなところから始めましょうか。はい。もう自由に皆さんお願いします。自由です。
ぜひいらしていただければと思います。そして今ね、音はうるさかったけど、山原さんとかもなかなか踊ってくれない鈴鹿さんとかはい、音楽でも音楽じゃなくても皆さんつながっていければと思いますので、これからもよろしくお願いします。はい、本当にありがとうございました。この後ちょっと観覧の場所があると思います。はい、じゃあおじさんよろしくお願いします。皆様本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。